どうもコロッケくださいです。今回はダンダダンからオカルンのフィギュアを作ります。久しぶりの男性造形ですね。普段女性キャラを作ることがほとんどで、男性キャラはめったに作らないのですが、たまに無償に作りたくなるんですよね。おまけ造形ではちょくちょく男性キャラを作っていますが、メインで男性キャラを造形するのは2年ぶりくらいだと思います。女性キャラを作るときとは、色々と勝手が変わりますが、やっぱり一番変わるのは顔の造形です。女性キャラの顔は全体的に柔らかいラインで、目は大きめ。男性キャラの顔はシュッとした輪郭で、目は小さめ、鼻筋をしっかり作ったりと、制作難易度は男性キャラの方が高いです。オカルンは変身形態で口元をマスクで覆っていまして、このマスクがめちゃくちゃかっこいいんですよね。今回、男性キャラ造形欲だけでなく、実はクリーチャー造形欲もありまして、口元のこの感じを作りたくてしょうがなかったです。女性キャラを作るのはもちろん楽しいのですが、男性キャラを作るのもまた違った楽しさがあるんですよね。顔を土台から切り離します。ドリルで穴を開け、アルミ線を刺します。さらにアルミ線で体の芯を作っていきます。アルミ線を曲げてポーズを決めます。ポーズが決まったら、アルミ線に粘土を持っていきます。上半身に粘土をどんどん盛ります。後から服を着せるので、この段階ではざっくりと、盛った粘土を整えます。筋肉の感じを意識しつつ、さらに粘土を追加します。男性キャラの筋肉を作るのは久しぶりなので、苦戦しています。そもそもオカルンはそこまで筋肉質ではないような気もしますが、まあ後々隠れるので、下半身も上半身と同じく、後から服を着せるのでこの段階ではざっくりです。ただ、膝から下は肌が見える形になるので、そのあたりは多少整えます。足先を作っていきます。裸足なので指までしっかりと造形します。下半身を固めた後、腕を作っていきます。腕も後で隠れるので、この段階ではざっくり造形です。長さとシルエットだけ意識する感じです。手を追加します。いつも作るものよりも気持ちゴツゴツした感じの手です。溶剤で整えます。体ができたのでここからはやっと服を着せていきます。まずは上半身からです。粘土をどんどん持っていきます。この時、粘土があまり分厚くなりすぎないように意識します。素体はざっくりとはいえ、体のラインはそれなりに整えているので、盛りすぎてシルエットが崩れないように気をつけます。シワを作り込んでいきます。男性キャラなのでシワはパリッとしたかっこいい感じに。制服の前開きの部分を追加します。追加した部分のシワをつなげます。一度固めてから襟を追加します。襟は大きめにつけてカットをします。後ろ側に大きく伸びて、端がボロボロになっているイメージ。一度固めてから粘土を追加します。続いて、上着の伸びた裾部分を作っていきます。真鍮線を数本刺し、その上に薄く伸ばした粘土を盛ります。超音波カッターで裾の端をボロボロにします。この時、普通のデザインナイフで裾の端をボロボロにしようとすると、粘土が引っ張られてちぎれるので、若干やりにくいです。
超音波カッターだとサクサク粘土が切れるので作業がしやすいです。下半身にも服を着せます。粘土を持って、シワを追加していきます。後ろ側もしっかりと造形します。いつもより気持ち固めの尻のイメージ。続いて髪の毛を作ります。あまり作らないタイプの前髪。前髪を固めて、続きを作っていきます。髪が逆立っていて、かなりボリューミーです。メガネを作ります。透明レジンを固めてレンズに。最後に土台を作っていきます。コンクリートの補修材です。粉末と水を混ぜ合わせた後、容器に入れて1日待ちます。固まった塊をいい感じに配置し、溶かしたボンドで固定します。パーツが揃ったので組み立てます。原型完成です。塗装していきます。まずは肌からです。変身オカルンの肌は、ちょっと血色の悪いイメージ。紫色、メイン色の順に塗り、暗めの肌色にします。肌が濡れたらマスキングをして服を塗っていきます。塗り残しのないようにしっかりと全体を黒に。黒と赤の組み合わせってかっこいいですよね。髪の毛は今回分割をしたのでかなり塗りやすいです。髪の毛に赤いラインを引きます。面相です。目も顔の線も事前に彫り込んでいるので、それに沿って塗ります。そしてマスク。土台も塗って、やっと完成です。いつでも